ルール無用 JCJC タイムアタック。前回はこのマシンで 2.71 秒の記録を出しました。そしてアズパパさんがイタリアンローラーで 2.63 秒を出しました。ためにならないさんは超高速マシンを画策しています。さらにゆうたさんも参戦です。これは負けていられませんね。ということで新マシンを作ります。レーンチェンジの様子を見てみると、少しのスラスト角の違いがマシンの姿勢に大きな影響を与えていました。つまりスラスト角がマシンの姿勢に合わせて変動したら、LC での姿勢制御が期待できます。ロマンと実用性のアルティメット融合です。この案で記録更新を狙います。まずは前回のマシンを別にモデリングします。リアにバッテリーを2本搭載して、フロントに角度変更用のサーボと回路を搭載します。細かいところを調整します。こんな感じになりました。追加部品の後付け感が半端ないです。スペース空きすぎて私らしくないです。テカリアは稼働しないんですね。作り直します。追加部品をシャーシ内に収めつつ、前後のローラーステーが稼働するようにします。リアのこの部分にバッテリー2本を収めます。フロントのサーボと回路もできるだけコンパクトにまとめます。2部品も改良します。空気抵抗が気になるのでフロントを斜めにします。サーボを2つ動かすので回路用バッテリーを大型にします。これでモデリング完了です。斜めにした部品ですが、印刷時のサポート剤なしだとぶちゃるので、サポートをつけました。ちょっとつけすぎです。サポート剤を鳴らします。PLA なので高速でこすって摩擦熱で溶かし危険はしないとまともに削れません。こうなりました。3時間くらいサポート剤と格闘しました。まだやることが山ほど残っているのでこれでよしとします。ローラーステーはこんな感じに稼働します。蓋に干渉がないかチェックします。十分な可動域が確保できています。一応モーター入れてチェックします。モーターの出っ張りと電極用のへこみを入れ忘れていました。代わりに私が新たに作り直しました。風洞実験の動画に感化されて、ダウンフォースを意識した形状にしました。イングは強めに立てています。中間に支柱を立てることでサポート剤なしでも印刷できるようにしています。前のやつのダサさはかなり気にしていました。こちらはワイド&ローが際立ってグッドです。作り直せてむしろ良かったですね。蓋に手をかざして、モーターの配線がつきました。タイヤについてですが、低反発スポンジタイヤを使います。前回レーンチェンジを飛びながら通過していたので、跳ね対策をします。比較。もうちょい高所から、かなりの効果があります。採用です。ローラーステー用のシャフトを作ります。パワー。切り出せました。バネ周りも変更しました。バッテリー台の幅に合わせてバネも太くしています。前回はバネが抜けることがあったので、蓋で押さえます。いい感じです。3D プリント品はこれで揃いました。フロントのこの部分に回路を収めるので工夫して基板を作ります。回路としてはマイコンにジャイロセンサーとサーボをつなげるだけです。実装部品を読み込んで、ドーン。すべての電子部品をマイコン下に収めているので、基板自体がマイコンと同じ大きさで済んでいます。基板切削用のデータを出力します。銅箔と外形以外のレイヤーのチェックを外します。銅箔と外形のデータを出力します。ドリルデータを出力します。CAM ソフトで先ほどのデータを読み込んで、それぞれに切削設定を施します。久しぶりだったので2度もミスりました。これで切削データ完成です。切削する生基板を準備します。CNC で切り出しも行ってくれますが、元が大きいとたわみの発生による高さのズレで、切削不良が起きやすくなるので小さく切り出します。切り出しはアクリルカッターで削っています。最後に折ります。これで切り出せました。切り出した生基板を台に固定します。強い力は加わらないのでグルーガンで十分です。剥がしやすいのが利点です。四方を固めていきます。固定完了です。CNC に固定します。刃の Z 軸を合わせます。テスターの同通モードで音が鳴ったら刃と基板が触れたことがわかります。これで OK です。基板の配線を掘ります。以前にバックブレーダーの回路を作った時は深く掘りすぎてハンダ付けが大変だったので、今回は浅めに掘ってハンダが乗る銅板を広く残します。配線が単純なので切削不良を当てで掘ります。次は電子部品の足を入れる穴を開けます。最後に基板を切り出します。切削完了です。基板を取り出します。台から基板を剥がします。ゲートを取り除きます。切削時の割り取りをします。サイドも研磨して整えます。いい感じに基板ができました。彫りが浅く切削不良もなくて完璧です。ハンダ付けをします。ジャンパワイヤーを取り付けます。ハンダ付けします。ピンソケットを取り付けます。ハンダ付けします。ピンヘッダーを取り付けます。ハンダ付けします。ピンソケットを取り付けます。ハンダ付けします。これで基板が完成しました。バッチリです。基板の小型化の工夫としては、ピンソケットの高さを3段階別のものを使うことで、マイコン、ジャイロセンサー、ケーブルが3段で収まるようにしています。てかジャイロセンサーの使い方わかるようにしました。傾きに合わせて値の変動が確認できます。いい感じの動作です。配線をします。グルーガンで固めます。高さが出ないように潰します。サーボのケーブル長さが足りないので延長します。
熱伸縮チューブを切り出して、ショート対策でケーブルに取り付けます。もう一丁太いのでまとめます。十分な長さになりました。配線が終わりました。すべてのパーツが揃ったので組み立てます。ハトメを取り付けます。シャフトを差し込みます。クラウンギアを取り付けます。ホイールを取り付けます。シャフトを差し込みます。クラウンギアを取り付けます。ホイールを取り付けます。モーターを取り付けます。グリス塗り塗り。サーボを取り付けます。基板を取り付けます。ケーブルを取り付けます。ジャイロセンサーを取り付けます。マイコンを取り付けます。バネを取り付けます。蓋を取り付けます。ネジを取り付けます。ナットを締めます。ローラーステーを取り付けます。ステーのシャフトを取り付けます。グルーガンで固定します。前後シャーシを連結します。ネジを取り付けます。蓋を取り付けます。バッテリー台を取り付けます。固定します。連結ネジを締めます。リアローラーステーを取り付けます。シャフトを取り付けます。固定します。バッテリーを取り付けます。最後にローラーを取り付けます。できました。自動姿勢制御式ダブルモーターステアリング車足ミニ四駆。マシン名はテクノです。自動可変スラスト機能により姿勢制御をします。巨大なフロントウィングはダウンフォースを生みます。シャーシ自体が曲がることでコーナー速度の向上と LC の衝撃吸収をします。早速動作を見てみましょう。マシンの姿勢が変化しても地面とローラーステーの角度が一定になるように制御しています。こうすることでマシンが下向きの時に過剰にスラストが加わるのを防ぎます。逆にマシンが上向きの時はスラストでマシンを下に押さえつけます。これが今回の LC 攻略の作戦です。それより平面でモリアのスラストがかかりっぱなしなのが気になります。プログラムの書き換えで簡単に直せません。書き込み機が刺さらなすぎですけど、ネジを取って蓋を取ってようやく書き込めます。制御は調整が何度も必要ですけど、毎回こんなことするんですか？とりあえず修正しました。今度はちょっと下がり気味です。もちろん対策済みです。スマートフォンで調整ができるようにしてあります。だからマイコンが無線対応のやつなんですね。今は初期位置設定をしています。フロントは下がり気味、リアはゼロスラストです。制御も調整と変更ができるようにしました。マシンの傾きに対するスラスト角度の変動量調整。フロントがほとんど動かなくなりました。傾きの上下に対する変動方向変更。フロントモリアも常に下向きに変動します。ここは全16パターンの変更ができます。画面を下にずらすとロマンっぽいの出てきた。もちろんロマンマシマシです。マシンの傾きをリアルタイムでモニタリングできます。走行時はマシンが速すぎるので実用性はゼロです。でもつけちゃった。いろいろつけすぎて製作期間3週間かかりました。ここまでの機能があると重量が気になるんですけど、測ります。電点を0に合わせて測ります。もう前回ですら 138g の重量級でしたよね。これはロマンの重みです。ちなみに全長は195ミリです。とりあえず走らせます。しょっぱなからコースアウト。何事ですかこれ。スローで見てみます。スラストがバグり散らかしています。ローラーが前に倒れすぎて壁に食いついていません。状況確認。リアサーボが壊れました。実はすでに2回目です。交換ついでにコネクターで着脱可能にしました。スラストがバグった理由はモーターノイズでセンサーが狂っていました。つまり姿勢制御が終わったってことです。センサーはオフにするしかないです。スラストの調整機能は使えるので何度も走らせて調整をするのはやりやすいです。まだなんとか戦えそうですね。とにかくレッツゴー。3.28 秒。遅いですが問題なく走れたので OK です。 LC の様子。1周目、2周目、3周目。3周目はローラーが取れててコースアウトです。1周目と2周目を見る限りサーボは負荷に耐えています。機構的には成功です。速度を上げましょう。バッテリーを直列につなげます。パワー全開です。スピード測定。左のリアタイヤ暴れてますね。測定中は気がつきませんでした。フロントとリアは分離しているので。時速55キロ。あれ遅いや、もうちょい測ります。録画ミスで取れていないですが、モーターの出力が落ちて、最終的にハンダが解けました。モーター確認。完全に壊れています。ガリガリです。中身を見ましょう。すごいことになっています。熱でモーターのどこかしらが溶けて、溶けたものが回転してモーター内部をミキサーして、モーターが壊れたことでショートして、配線が発熱してハンダが溶けたと考えます。そもそもモーター発熱しすぎです。スピード測定時にうまく測れていないと思って、タイヤを押し付けたことで負荷が上がったのでしょう。予備のモーターです。交換したので走らせます。
どうやらダメみたいです。先週も見ただろうオチですまんかった。今回は全体を通して失敗だらけでしたね。かなりの学びがあったので最悪ではないです。と言っても正直悔しいし悲しいです。愚痴終わり。このマシンの進化は一旦ここでおしまいです。こう見るとステアリングシャシ系の集大成感があります。と言ってもまだ改善もできそうですよ。今回の結果でモーターとバッテリーのゴリ押しでの速度アップの限界が見えました。これ以上機能を足しても速度不足は改善できません。重くなる一方ですからね。新設計をしてリフレッシュします。瞑想が始まりそう。今回はかなりの労力と時間を使って大失敗したので、気分転換に次回はタイムアタックじゃないマシンを作る予定です。それではまた、のし。